いい感じに走って飛び跳ねてくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマニュアル車を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材を利用してより走りやすくしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはシフトチェンジに必要な回路を開発します。参考にするのは黒さんが開発したトグルスイッチです。コンデンサとトランジスタの特性をうまく利用した素晴らしい仕組みなので、こちらをベースに4つの回路を切り替えられるトグルスイッチを作ります。コンデンサを4つ輪になるようにつなげると、電気が高速で移動するのか、残量が見えなくなってしまいます。なので、間に水晶を挟んで、タイミングを遅らせると、なるほど。コンデンサに溜まった電気が移動して、くるくる回ってますね。こちらにトランジスタを追加して、トリガースイッチをオンにすると、回路が開通するようにしました。でも、引いたトリガーをすぐに離さないと、次の回路に電気が移ってしまうので、もっと使いやすくなるように、トリガースイッチと回路の間に、厚さ2センチの水晶を追加しました。そうすると、これなら多少長めにトリガーを引いても、ちゃんと次のコンデンサで止まってくれます。でも切り替えスイッチとして使うには、でかすぎるので、回路の組み方を変えて、小スペース化しました。これなら車に搭載しやすそうです。さらに、それぞれのコンデンサにトランジスタをつけることで、回路を切り替えられるようにしました。では次は、新しい構造のタイヤを作りましょう。こんな感じで、重いものから長い棒を伸ばして、オブジェクト描画距離を中から小に変えると、消えるようにします。そこに正方形に切ったゴムを乗せて、上にベアリングを使ったジグを設置。こうすることで、オブジェクト描画距離を変えて、ゴムを見えなくした後、同じ場所に角度を変えたゴムを配置したら、再び元のゴムを表示して、重ね合わせていきましょう。これを繰り返していくことで、16枚のゴムの板を重ねた64個の角を持つほぼ円形のタイヤができました。少し重いですが、丈夫で滑らかな動きが期待できそうです。タイヤは完成したので、この大きさに合わせて車を作っていきましょう。設計はシンプルに、後ろのタイヤを一つのモーターで回し、前のステアリングは軸ごと動く、壊れにくい丈夫な設計にします。こちらに、先ほど作ったトグルスイッチの回路を取り付けたら、ハンドルを持ったのは、簡単に閉塞できるように、配線を引いていきましょう。一番細い回路が、厚さ4センチの水晶で、3センチ、2センチ、水晶なしと、速くなっていく仕組みです。よし、配線ができたので、ちゃんと機能するか、試してみます。左のトリガーを引くと、回路の切り替え、右のトリガーを引くと、モーターに通電するようにしましたが、ちゃんと回路が機能して、タイヤが回る速度を変えることができています。でも、タイヤの位置が地面スレスレなので、地面に当たり判定がぶつかって、思ったように回転していません。やはりここは地面から切り離して走ってみるしかないですね。早速乗り込んで動かしてみると、最初は低速から試していますが、ちゃんとゆっくり走ってくれています。左手でトリガーを引くことで、ハンドルを握ったまま簡単に閉塞できることも確認できました。タイヤが重くて丈夫なおかげか、かなりデコボコした道を走ってもなかなか壊れません。
そのまましばらく進んで、氷にぶつかると、おっと、壊れてしまいました。でもちゃんと走るのは確認できたので、よしとしましょう。ここからバッテリー材料が見えにくかったので、見えやすくなるように配置を変えた後、もっとおしゃれになるように綺麗な色の鉱酸を使って飾り付けていきましょう。ちなみに見た目はエコカーのアイコンを意識しましたが、私の頭が天井を突き抜けてしまわないようにかなり車高が高くなっています。外から現在の回路がわかるように内側に LED もつけました。ここで気づいたのが、鉱酸が電気を通すことです。リンゴと同様、軽量な配線の素材として利用できそうですね。ちなみに、スライムとサボテンは通電しませんでした。仕上げにエゴカーっぽい双葉の飾りを取り付ければ、マニュアル車の完成です。早速乗り込んで、運転してみましょう。ボディがついていても、滑らかなタイヤのおかげか、シャーシだけの時と同じように、スムーズに進むことができています。ヘッドライトの点滅で、現在の回路がわかるようになっていますが、大きな LED にしたので、ちょっと眩しいです。速度の切り替えを楽しみながら、そのまま進んでいきましょう。だいたい最高速度で段差を越えた時は、飛び跳ねながら少し壊れましたが、その後も問題なく走り続けることができました。しかし、自爆ドローンが接近すると、壊れてしまいました。派手でいい壊れ方です。カメラの位置を固定して、旋回性能を見てみると、タイヤがゴム製で重いせいか、あまりクイックなコーナリングはできません。それでも、段差で前輪が跳ねた時に、ハンドルをひねることで、急旋回することもできました。速度を上げて、段差に突っ込んでも、いい感じに走って、飛び跳ねてくれています。でもその後、石につまずいて、壊れてしまいました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。左のトリガーを引くたびに、コンデンサの電気が移動して、速度を変更することができます。一番遅い回路だと、最高速度は秒速 5.3 メートル。一つ上げると、秒速 6.2 メートル。さらに上げて、秒速 7.7 メートル。最大まで上げれば、秒速 12.3 メートルと、それなりに速いです。そのまま進んでいると、ビアリングが暴れたのか、壊れてしまいました。それでは最後は、後ろからの視点に切り替えて、こちらのマニュアル車に乗って、なるだけ遠くにドライブに行きましょう。後ろから見ると、コン酸の鮮やかな黄緑色が、綺麗で映えますね。地面に落ちているものにぶつかりさえしなければ、なかなか安定して進んでくれています。しかしここで、自爆ドローンが追ってきて、おっと、後ろから攻撃を受けましたが、ボディが犠牲になって、動力部分は無事でした。そのまま走り続けていきましょう。慎重に道を選びながら、ドライブを楽しんでいると、ここでバッテリーが切れました。ドライブ終了です。それでは、たくさんマニュアル車に乗って、ドライブを楽しめたので、スライムを生み出して、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、マニュアル車さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、
まあ、